っている料理と同じでした。美味しいです。とても分かりにくく書いてあります。個数制限がありました。ディズニーとは関係ないです。バレンタイン向きでいいと思う。ホイップクリームの上に乗せてみました。水性の良いワッフル生地です。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。チャンネル登録もお願いします。ポークスカロピーネ、デリカの新商品です。100g あたりは168円、1869円です。ポークスカロピーネについて検索しました。スカロピーネは薄くスライスした肉に小麦粉をまぶしてソテーしたイタリア料理です。肉は通常子牛肉を使用することが多いそうです。これにはパン粉がまぶしてありますね。厚さ1センチの豚肉が9枚入っていました。くし切りのレモンが4個とソースが入っています。作り方には十分に加熱してからトッピングにソースとレモンを絞ってくださいと書いてありますが、生肉と一緒に入っていたイタリアンパセリがくっついてしまったレモンを絞る気にはならないので、お肉と一緒に加熱しました。焼いている間にソースの袋も絞って中身を器に出しておきます。このソースはオリーブオイルに砂糖と酢と塩を入れたシンプルなものですが、お塩がかなり効いています。1人1枚ずつで十分だったので、残りは3枚ずつ、片方はコンテナに入れてチルド、もう片方はジップバッグに入れて冷凍しました。衣が剥がれた下手くそなとんかつみたいですけれども、厚さは1センチ、とんかつよりも薄いので火の通りは早いですね。切ってから器に盛り付けました。ソースがねしょっぱいので少なめにかけたんですけれども、お肉にもハーブソルトが効いていてしょっぱいです。ポークスカロピーネって初めて聞く名前ですけれども、普段よく自分が作っている料理と同じでした。生姜焼き用のお肉にクレイジーソルトをかけてから衣をつけてソテーするやつですね。自分で作れば塩味も加減できるので、これはもうリピはないですね。メニセスのマルチグレインバケット、698円から100円オフです。6本バラバラに包装されてます。1本あたりは 99.67 円です。リピート買いですけれども久しぶりの購入です。 10% ほど値上がりしてますね。フランス製です。オーブンで焼くだけで食べられます。常温保存で賞味期限は2月12日までです。1本ずつ個包装になっているので切り離して保存してます。焼き方などの情報が書いてあるやつは一番最後に食べます。1本の重さは 150g、 長さは25センチです。200度に予熱したオーブンで10分焼きました。見た目はあまり変化はないですけれども、表面はパリッと硬く中は柔らかいです。少し酸味があってクリームチーズとの相性もよく美味しいです。カークランドシグネチャーのオーブンペーパー2本入り1598円です。久しぶりに入荷してました。1世帯1日2点までの個数制限があります。幅は38センチと広めです。50メートルあります。耐熱温度は218度です。安くても品質は問題なしです。箱に使い方がとても分かりにくく書いてあります。私の経験からのやり方で使い方をご紹介させていただきますと、蓋の端を中に入れ込んで、蓋と刃でペーパーを挟みます。あとは箱を押さえて下に引きながらカットします。刃が危ないので普段は蓋をしといた方がいいと思います。スーパーで買った幅が33センチのを使っていましたが、うちのオーブンプレートは37センチなのでサイズがいまいち合わなかったです。もう縦に置いても横に置いても合わないんですよね。でもこちらの38センチはちょうどいいです。コスパも最高です。十勝スイートコーン
110g が24缶、2198円から400円オフです。1缶あたりは75円です。カークランドシグネチャーのアメリカコーン缶がなかなか入荷しないので諦めてこちらを購入しました。賞味期限は今年の9月。缶詰なのに短いからもうガンガン使っていきます。ドライパックなので水切りの必要がないから使いやすいです。ロメインレタスは2個で208円。今週も安く買えました。安いと傷んでることが多いんですけれども、今回はいい感じです。サラダを作り置きしておくと家族がどんどん食べてくれます。ロメインレタスをベースに2種類のサラダを作ります。家族の変色が激しいので、右がコーンなし、ブラックペッパーを効かせたパパ用、左が娘用でキノコとトマトなしです。私は両方食べます。カークランドシグネチャーのグレープフルーツカップです。12個で1758円です。1個あたりは 146.5 円です。大人気商品ですが長いこと品切れで、昨年末あたりから再販されるようになりましたが、まだ入荷が安定しないようです。個数制限がありました。1世帯1日2箱限りです。12個なので冷蔵庫が空いてないと買えませんね。冷凍もできますけど賞味期限は11月まで、長いのでうちは冷凍しません。開ける時にシロップが飛び散るので反対側に穴を開けてから蓋を剥がします。コーヒーフレッシュを飛び散らせない開け方と同じですね。固形量は 115g 入り、大きさはバラバラですが綺麗な果肉です。シロップは甘くないところが気に入っています。そのままデザートとして食べられますが、フルグラにかけても美味しいです。カップケーキケース868円です。50枚ずつ12デザインです。600枚入りです。1枚あたりは 1.45 円。オーブン用で耐熱温度は180度です。可愛いからお弁当にも使いたいですが、電子レンジには使えません。電子レンジ不可です。直径が約5センチ、高さは約4センチです。IKEA のマフィン型にぴったりです。こちら IKEA の定番品なんですけど、ちょうどね12個入るんですよ。形も数もぴったりで気持ちいいですね。ポップなデザインで、これなんかミニーちゃんみたいですけれども、ディズニーとは関係ないです。紙の匂いが折り紙のような懐かしい匂いで、こういうの結構好きです。チョコレートカップケーキを焼きました。焼いてしまうとデザインが分かりにくいですね。でもハート柄ははっきりしていてバレンタイン向きでいいと思います。剥がすとこんな感じであまり綺麗に剥がれないかな。生地のせいもあるかもですけれども、フリーズドライのストロベリーです。100g 入って968円です。原材料はいちごはもちろんですけれども、お砂糖も使われているんですね。オーストラリア製です。手ではうまく開けられなかったです。開封はハサミを使った方がいいですね。賞味期限は今年の8月まで。常温保存です。ジッパー付きですけれども、こういうのはすぐにしけっちゃうので、なるべく早く食べた方がいいです。意外に大きめです。そのまんまドライのいちごでした。フリーズドライとは宇宙食にもなる真空凍結乾燥です。このまま食べられます。サクッとしてるんですけれども、噛んでいるうちに口の中の水分で甘酸っぱいジャムのようになります。包丁で砕いてからホイップクリームの上に乗せてみました。キッチンタオル6枚セット968円です。1枚あたりは 161.3 円です。サイズは70センチ ×40 センチ。リンゴのデザインのを使ってましたが、デザイン違いを購入しました。クーポンが出たらブルーベリーバージョンとバナナバージョンも買いたいです。綿 100%、吸水性の良いワッフル生地です。
乾燥機は不可ですけれども、私は乾燥機に入れちゃってます。くしゃくしゃになりますが、手で広げればピンとします。でも自己責任でお願いしますね。使いやすいので気に入ってます。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。